はい、どうもきみまろです。先日また台湾に旅行に行ってきまして、お土産をたくさん買ってきましたので、買ってきたお土産の紹介をしつつ、中でもおすすめのお土産っていうのを、後ほど紹介したいと思います。今回ね、食べ物とかもたくさん買ってきてるので、実際に順番に食べてみて、美味しかったものランキングみたいなのもできればなと思っております。買ってきたものをまず一通り出していきます。今回買ったお土産が全部これに入ってます。パッキングの動画でもご覧いただいたと思うんですけど、もともとこの袋はねこれぐらい小さくまとまっていたんですけど、その時はちょっと広げた動画は撮ってなかったんですけど、広げるとこれぐらいの大きさになります。中身をね順番に紹介していきたいと思います。台湾に行った時にインスタライブをやって、でカルフールっていうですね、台湾の結構大きいスーパーの中のレポートっていうのをやったんですけど、その時に、視聴者の方からこれおすすめですよって言って、紹介いただいたのがインスタントラーメンですね。科学麺っていう名前らしいんですけど、結構可愛いイラスト付きのインスタントラーメンですけど、通称魔法使いラーメンとか魔法使い麺とか魔法麺とかいうらしいんですけど、はい、これを買ってきました。5袋入りで、これと、はい、これもなんかね同じくおすすめいただいたんですけど、王子麺、卵麺に見えて王子麺、プリンスって書いてるからね、日本でいうところのチキンラーメンとかそれぐらいなんか老舗のラーメンなんですかね。王子麺、はい、これとインスタントラーメンちょっといろいろ買ってきました。この流れでちょっとこのパッケージ可愛いなと思って買っちゃったのがこれですね。ジャケ買いしました。はい、このインスタントラーメン、インスタントラーメン買いすぎたな、もう一個あるわ。はい、これはなんか結構台湾で有名人気のインスタントラーメンらしいです。インスタントラーメンとスープもついてるのかな、ちょっと読めないけど、なんか確かそんなようなオプション付きだったような気がします。インスタントラーメンは今回この4つですかね。はい、これを買ってきました。続きましてこれかつお風味の本だしでおなじみですが、台湾だとホタテ風味の本だしです。これはね確かね日本では売ってないと思っていて、で台湾のお土産でも割と人気らしいので、ちょっとどんな風味になるかわかんないですけど、僕もね結構自炊とかするので、これを使って煮物とかね作ってみたいと思います。はい、続いてこれ五香なんとか粉。五香って八角とか入っていて、いわゆる台湾っぽい味付けになる粉だと思うんですけど、お肉とかを炒める時にこれをかけて使うときっと台湾っぽい味付けになるんじゃないかなと思って試しに調味料として買ってみました。で続いてルーウェイの素なのかな、台湾のおすすめフードの動画でも紹介しているルーウェイっていうね、大好きな台湾の煮込み料理みたいなやつがあるんですけど、それの味付けにもしかしたらなるんじゃないかなと思って買ってきました。箱からね若干その八角とか、ルーウェイっぽい匂いがするので、これを入れて煮込めばルーウェイの味に近づくんじゃないかなと思っていて、ちょっとこれ期待しています。2つ買っちゃいました。同じようなものですが写真がねルーウェイの写真なので、きっとルーウェイみたいな味付けになるんじゃないかなと思ってます。はい、これも期待を込めて2袋買いました。続いてお菓子、プリングルス。プリングルスなんですけど、ちょっと読み方わからないんですけど、イラストを見る限り多分台湾の屋台で食べられる何か台湾の屋台フードの味がついたプリングルスなんだと思うんですね。これはさすがにね日本には売ってないでしょうというところで、これ買ってみました。あとお菓子はねこれ量り売りで自分が好きなだけこの袋に入れて値段つけていただくってものなんですけど、ニンニク味のそら豆。はい、これもねインスタライブで視聴者の方から教えていただいて、ちょっと美味しそうだったので買ってみました。はい、あとね胡椒の味の方もあったんですけど、胡椒がちょっと量り売りできなくてものすごい大きいやつしかなかったので、ちょっと今回はこのニンニクの方だけ買ってきました。あとこれも定番ですけどパイナップルケーキも買ってきました。繊維が割と立ってるものの方が評判良かった気がするので、これを選んで買ってきました。はい、続いてはこちら講道館、台湾のジャーキーみたいなのですね。ジャーキーなんだけど字の通りですね豆で作られてるらしいです。はい、前回買ってねこれ結構おつまみとして美味しかったので、今回もねリピートして買ってきました。2つ買ってきました。はい、こんだけあればね結構持つんじゃないかなというところで、これとちょっと似たようなものを試してみたいなと思って、このね五香道館、これも買ってきました。こっちは五香って書いてないけど五香って書いてあるんで、より台湾独特のね五香の香りが強いんじゃないかなと思っ
てこっちも試してみようと思って買ってきました。はい、続いて、はい、こちらもね五香道館、なんかちょっとメーカーが違うようにも見えたので食べ比べみたいな形でこちらもね買ってきてみました。はい、そういうわけでこのね当館的なものが3種類ありますので、これの味のね食べ比べもしてみたいと思います。はい、おつまみシリーズまだまだあります。これもね当館なんだけど一口当館、いわゆるルーエの当館みたいな写真が入っているので僕好みの味なんじゃないかなと思って個装されていて一つずついただける形になってます。ちょっとこれも気になる。まだまだ当館、平打ち麺みたいな形になっている当館です。またちょっとねこちらの他のタイプと形が違ったりするのでこれはこれで気になったので買ってきました。はい、続いてこちらもね当館なんですけども、牛肉のしぐれ煮とかそんな感じの見た目ですね。結構味が濃そうな感じでさっきの他の当館とはまた違った味わいなんじゃないかなと思ってこのタイプも買ってみました。こちらもなんかさっきのと似てますね。ウーロー当館かなで同じように牛肉のしぐれ煮みたいな形の見た目です。ちょっと同じようなやつでしかもでっかいやつ買ってきちゃったな。似てるけど味が違うかもしれないのでこれはこれで食べ比べしてみたいと思います。次はこれ、マーラー5香って書いてあるかな。マーラーだからちょっと辛いと思います。当館シリーズはこんな感じかな。あとはね当館じゃないですけどこれうずらの卵ぐらいの大きさの黒い卵、煮込んだものなのかな。真空パックになっていて味付け卵みたいな感じでねいただけるんじゃないかなと思ってます。これも名物らしいので買ってきました。おつまみ系はこんな感じ、いろいろ買いましたのではい、これら全部ちょっとずつ食べ比べして後ほどレビューランキングつけてみたいと思います。はい、続いてははいこれ鴨ネギ油です。はい、ちょっと見てわかるかな。こういう風に刻んだネギを鴨の油の中に浸しているそういったものになります。これを熱々のご飯にかけただけっていうのがね出てきてそれがものすごい美味しくて、前回台湾旅行に行った時にこれをお土産で買ってきたんですけどうっかりですね預け荷物じゃなくて、手荷物にこれを入れて持って帰ろうとしてしまって、でこれって 100ml 以上の液体扱いになるので台湾の空港で没収されてしまったんですよね。ですので今回は預け荷物の方にしっかりこれを入れて無事に持って帰ってくることができました。自分用とお土産用にもう一つ買ってきています。ちなみにねこれ便利ですよ。クッションペーパーっていうものなんですけどもともとこういう1枚の薄い紙になってるんだけどこれをピーッとこう伸ばすと網目状になるんですよね。こういう風にでこれでこうくるんであげるとクッションになるので瓶とかも割れにくくなります。カルディとかああいうお店で瓶のものを買うとこれにお包みしましょうかっつってね包んでくれるんですけどこれね普通に Amazon とかでクッションペーパーっていうので売ってますので購入できます。こういう風に瓶のお土産とか持って帰ってくるときは安全に持って帰ってこれます。続いてこれ干し貝の XO ジャン、XO ジャンね、結構僕好きなんですけどもこれはこんな感じで美味しそう。干し貝とかそれ以外にもいろんな具材が刻んで入っているようです。XO ジャンって多分辛くないと思うのでこれもねご飯が止まんなくなっちゃう感じがするのでちょっと危険かもしれないんですが美味しそうだったので買ってきました。でこれもちょっと同じような感じですけど、干し貝ジャンと書いてるのでこれも同じような XO ジャンっぽい味付けじゃないかなと思っているんですけどこの2つね食べ比べしてみたいと思います。続いてこれ五香ラーフニュー台湾名産細長い豆腐が入っているような気がするんですよ。ラーって書いてるからちょっと辛いピリ辛豆腐なんじゃないかなと思います。なんかちょっとご飯とかに合いそうなんでこれも買ってみました。はい、ここまでが台湾の大型スーパーカルフールで買ってきたお土産です。カルフール以外のお店で購入してきたものもいくつかあるのでご紹介します。はい、まずこの信成と書いてシンチェンというのかなというお店のこれはねごま油ですね。お醤油ぐらい色が濃いですけども
蓋を閉めた状態でも匂うぐらいに結構ごまの風味がものすごい強いです。炒め物とかサラダとかにもね、このごま油の風味はとても効いてくると思うので、試しにこれも買ってみました。同じお店でもう一つ買っていて、ごまペースト、結構料理に味に深みが出るんじゃないかなと思ってるので、ちょっとこれもね楽しみですね。どちらもシンチェンというお店で購入いたしました。はい、そして続いてこちら、福源のピーナッツバターですね。美味しいねサンドイッチ屋さんでいただいたてりたまバーガーみたいなのに塗ってあったピーナッツバターなんですけど、このピーナッツバターが甘くないピーナッツバターなんですけど、ものすごい風味が良くて美味しくてですね、ちょっとそのサンドイッチを食べた直後にこのねピーナッツバターが買えるお店を探しまして、買いに行けるところにあったので早速そこで買ってきたものになります。台湾でも結構有名で、お土産にも人気のピーナッツバターらしいです。で台湾は結構料理だったりサンドイッチだったりフレンチトーストとかにもねピーナッツバターを塗ってるお店がよくあるので、結構ポピュラーな使い方なんじゃないかなと思うんですけども、改めてね食べてみたいと思います。同じお店でちょっとせっかくなんで別のピーナッツバターも買ってみようと思いまして、こちらは顆粒、さっきのはペースト状のものなんですけど、こっちはね顆粒って書いてあるので、ピーナッツの粒が入ってるものだと思います。味はそんな変わらないんじゃないかなと思うんですけど、買ってみました。福源のピーナッツバターでございます。最後かな、これはカラスミですね。台湾は結構カラスミも売ってるお店が多くて、でディーホアジェっていう問屋街の中でこのカラスミのお土産の有名店があるということだったので行って買ってみました。開けてみるとこういう形の結構大きいかな、パスタとかねいろんな使い方ができると思うので、はい、こちらもいただいてみたいと思います。はい、そういったわけで、台湾のお土産いろいろ買ってきましたけども、これらをねちょっとずついただいてみまして、後ほどレビューとランキングを紹介したいと思います。この前ね紹介した台湾のお土産を一通り食べてみました。その中でも特におすすめしたいものっていうのを10個紹介したいと思います。そんなに大差はないんだけども、ランキングをつけるならというところでベスト10いってみたいと思います。じゃあ10位はこちらのインスタントラーメンです。インスタント混ぜそばみたいな感じなんですけども、お湯で戻した麺に肉味噌を混ぜて食べるものです。肉味噌はね結構ピリ辛でした。これとあと付属している小さい、小袋があって、これが戻したお湯に混ぜることで、スープが作れるってやつなんですけど、これも結構美味しかったんですけど、なんかね割と塩加減が強いのか、半分ぐらいだけお湯に溶いて飲むとちょうどいい塩気になったかなと思いました。日本では見ないタイプのインスタント混ぜそばだったので結構これもおすすめです。続いて第9位、豆干のおつまみなんですけども、いろんなタイプのものを買ってきたと紹介したと思うんですけど、その中でもこの牛肉のしぐれ煮みたいな感じで、これがね一番個人的には美味しかったです。甘じょっぱくて結構ジューシーな、なんか日本でいうねかば焼きさん太郎とか駄菓子のああいう感じの味にちょっと近かったかなと思います。ただね少しだけちょっと油っぽいので食べ過ぎ注意です。でもこれも美味しかったです。続いて第8位、鉄卵ティエダンっていうんですかね。これも台湾風の漢方っぽい味付けに煮込まれたうずらの卵です。結構一個一個プチッとね硬い歯触りでした。おつまみにもね結構良さそうなのでこれもおすすめです。で続いて第7位、福源のピーナッツバターですね。台北のとても美味しいてりたまサンドを出すお店があって、そこのサンドイッチで使われているピーナッツバターがこの福源のピーナッツバターということなので、それを買ってきました。日本のに比べると割と濃厚なピーナッツバターっていうイメージですね。これをトーストに塗ってそこに照り焼きチキンと卵を挟んで食べるっていうのをやったんですけど、台湾で食べたサンドイッチに近い味わいにできましたね。これもおすすめです。続いて第6位、6位は干し貝の食べるラー油です。辛さはね弱めで、大きい貝柱とか小魚とかが入っていて、もうおかず感が強い感じでしたね。なのでもうご飯の上に乗せてもそのまま食べるみたいな感じでとても美味しくいただけました。で続いて第5位、第5位はこのプリングルスですね。プリングルスにいくつか種類買ってきたんですけど、青い筒のやつがちょっとなんかね酸味のあるルーメイみたいな味で、台湾らしい味付けで個人的にはこれが一番お気に入りでした。続いて第4位、こちらのニンニク風味のそら豆、揚げたそら豆にニンニク
を絡めたおつまみです。でこれは量り売りでこれぐらい少量だけ買ってきたんですけど、結構美味しくて1個食べたらほんと止まらないという感じで、もうあっという間に食べてしまったんで、パッケージのこれぐらいのサイズのやつも買ってきてもよかったかなと思いました。今回胡椒味の方買ってこなかったんですけども、ニンニクの方がこれだけ美味しかったんで、次行ったらもう胡椒もニンニクも両方そのパッケージ版の方、それを買って帰りたいなと思うぐらいにリピートしたくなるような味でした。続いていよいよ第3位です。第3位はこちらのネギ油。カルフールの動画でも紹介したし、買ってきた動画でも結構一押しって感じで紹介したんですけども、これやっぱり美味しかったですね。鴨の油の中に揚げたネギを入れて漬けただけなのかな。であとはちょっと塩味を足してるって形なんですけど、もうこれをすくってご飯の上にかけてそのままいただくと、もうこれだけでめっちゃ美味しい。すごいシンプルなんですけどご飯が進む感じで、今回ねちょっとご飯が進むようなおかずとかトッピングばっかり買ってきちゃったんで、もう本当にご飯食が止まらなくなってね、ちょっと危なかったですね。それぐらいに、止まらなくなる、ネギ油、これおすすめです。ただ何度も言いますけど、機内持ち込みすると没収されてしまうサイズなので、必ず預け荷物に、入れるようにしてください。そして第2位、干し貝風味の本だし。台湾のお土産でもともとね結構喜ばれると聞いていたものだったんですけども、日本のかつお風味の本だしが有名なのがあると思うんですけど、ここと同じブランドが作っている干し貝風味の本だしです。これはねもう本当に貝の出汁が出ていて甘くて、味噌汁に出汁として入れてもいいし、あとは野菜炒めに混ぜてもいいし、卵かけご飯にも合いました。普通卵かけご飯って卵を乗せてその上醤油とか、あとは最近だとだし醤油みたいなのかけたりとかあると思うんですけど、僕の食べ方はご飯の上に卵を落として、そこに少量の醤油とごま油をちょっとだけ、さらにその上に干し貝風味の本だしをさらっとかけて混ぜていただくと。これねちょっとやったことない人ぜひやっていただきたいんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。庶民的な食べ物って結構好きなんですけども、最近の卵かけご飯のアレンジの仕方としては個人的に一番ヒットしてます。そして個人的ナンバーワンお土産はこちらです。ルーウェイの素ですね。台湾風おでんみたいな感じに煮込むルーウェイっていうのがあるんですけども、そのルーウェイが、日本でも自宅で作れるだしパックみたいなものになっています。小袋の中に多分漢方とかそういったものがたくさん入ってるんだと思うんですけど、大きめの鍋にこれを1袋入れて、そこに水1リットル、醤油、酒、きび砂糖、普通のお砂糖でもいいんですけど、きび砂糖の方が台湾っぽい味になる気がしました。それを入れて、これで味付けをして、そこに鶏肉とかもつとか、あとは豆腐とかさつま揚げとか、臭み取りでネギ、青いところも含めてネギを入れる、こういったものを入れて、あとはぐつぐつ煮込むだけです。煮込めば煮込むほど美味しくなるイメージでしたね。結構台湾のおでんみたいな味になるんですけども、これね結構美味しくて、もう2週に1回ぐらい作ってるかな。美味しいし、お酒飲まない代わりにご飯結構食べちゃうんでね、白米がどんどん進んじゃいましたね。はい、とても美味しかったです。このルーウェイの素、これが個人的には1位です。八角が入ってるんで苦手な人もいると思うんでね、みんなのお口に合うかどうかわからないんですけど、個人的には台湾行ったらまたこれ買って帰ってこようかなと思ってます。はい、そういったわけで先日台北で買ってきたお土産の中からおすすめのお土産10点っていうのを紹介しました。日本では買えない台北らしいお土産っていうの結構たくさんありますので、お土産の参考にしていただければなと思います。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録の方をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。